こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は雇用保険の保険料率の引き下げが久々に行われることになります。そちらについて解説をしていきたいと思います。雇用保険の保険料率の引き下げにつきましては、実に8年ぶりという形になります。2020年、新型コロナウイルス感染症が流行したことによって、雇用調整助成金等の助成金を多くの会社が申請をすることによって、雇用保険財政が非常に悪化をしたといった状況を受けましたが、その財政悪化状況が改善をしたことを受けて、雇用保険の保険料率が8年ぶりに引き下げという形になります。今回はですね、雇用保険の保険料率引き下げについての解説とともに、その他の法改正についても解説をしていきたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、まずは雇用保険というのは社会保障制度のうちの一つということになりますので、社会保障制度と雇用保険についてまずは見ていきたいと思います。そして今回解説をします雇用保険の保険料率の引き下げ、令和7年度。2025年4月からの動向について見ていった上で、そして雇用保険、今短時間労働者の雇用保険加入が進められております。その短時間労働者の状況と適用拡大について、そして最後に注意点とまとめという形になります。社会保障と雇用保険制度についてですけれど、日本においては社会保障制度、広い意味での社会保険と言われるものが全部で5つ用意されております。年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険という形になっております。このうち上の3つ、年金保険、医療保険、介護保険につきましては、協議の狭い意味の社会保険という言い方をすることが一般的かもしれません。そして、その他、残り2つ、雇用保険、労災保険につきましては、2つをまとめて労働保険という表現をすることが多いかと思います。そして、この雇用保険ですけれど、正規の社員、正社員の方はもちろん加入ですけれど、パートの方であっても一定の要件を満たした場合には雇用保険に加入しなければいけないという形になります。そして雇用保険の加入は一人一つという形になりますけれど、ただ例外がありまして、2022年1月から始まりましたマルチジョブホルダー制度というのがあります。こちらにつきましては65歳以上の方が対象なんですけれど、複数の事業所で勤務している場合は雇用保険に複数加入ができるという制度になっております。そして、この雇用保険制度と、その適用要件ですけれど、まずはですね、労働者を一人でも雇っていれば、個人、法人関係なく、労災保険に加入をするというのが大前提という形になります。その上で、一定の要件を満たす労働者の場合には、雇用保険にも加入をするという形になります。では、この一定の要件、雇用保険の被保険者となるための要件はどのようなものかについては大きく2つ設けられております。まず1つは31日以上引き続き雇用されることが見込まれるものであること。そして2つ目については1週間の所定労働時間が20時間であることという形になります。したがって20時間未満の場合には雇用保険加入は不要という形になります。よく聞かれるのがですね、雇い入れの当初31日以上雇用するかどうかわからないというケースがあるかと思いますが、その場合はですね、雇用をしていて31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合、その時点から雇用保険の加入という形になります。そして雇用保険の加入要件を満たした場合は、その日の属する月の翌月の10日までにハローワークに雇用保険の資格取得の手続きをしなければいけないという形になっております。そして雇用保険加入をする上でですね、保険料というのが発生をしてきますけれど、この雇用保険の保険料率というものが令和7年2025年4月から変わるという形になります。
雇用保険の保険料率につきましては大きく3分類になっています。事業の種類によって大きく3つに分かれていると。1つが一般の事業。2つ目が農林水産、製種製造の事業。そして3つ目が建設の事業。このどれかに当てはまるところの保険料が適用されるという形になります。そして今回一番多い一般の事業を取り上げて解説をしていきますけれど、令和6年度においては1000分の 15.5 という形でありましたけれど、令和7年度からは1000分の 14.5、パーセンテージで言いますと 1.45% という形で引き下げという形になります。そして、この保険料率ですけれど、事業主が全て負担をするというわけではなくて、失業等給付、育児休業給付の保険料率部分に関しては、労使で折半。そして、雇用保険2事業の部分に関しては、事業主が負担という形で、厳密な労使の折半ではありませんけれど、労使でそれぞれ負担をしていくという形になります。事業主負担につきましては1000分の9、そして労働者負担につきましては1000分の 5.5、パーセンテージで言いますと 0.55% を保険料負担をするという形になります。例えば月給20万の方で言いますと、労働者の自己負担分につきましては約1100円、会社負担としては1800円で、合計の雇用保険の保険料は2900円という形になっています。そして雇用保険につきましては、週の所定労働時間が20時間以上の方が加入をするという要件がありましたけれど、逆に言えば20時間未満の方は雇用保険に加入をしなくても良いという形になりますが、今現状、全就業者の数というのが約6700万人いる状況の中で、では週の所定労働時間が20時間未満の方ってどのくらいいるのかというと、約718万人というふうに言われております。男性が全体の 27.3%、女性が 72.7% ということで、20時間未満の労働者のうち、多くを占めるのが女性という形になっております。今ですね、この雇用保険の適用要件、週20時間といったところが、適用拡大が進められているという状況で、この短時間労働者、20時間未満の方であっても今後、一部の方は雇用保険に加入をしていくという形になっております。それが雇用保険の適用拡大と言われるもので、2028年10月から、令和10年からになりますけれど、雇用保険の適用拡大という形になります。一方ですね、社会保険の適用拡大につきましては、すでに一段落をしているといった状況で、今ですね、会社によっては週30時間だったところが20時間の適用要件という形になっておりますが、雇用保険も20時間から10時間に引き下げという形になっております。この雇用保険の適用拡大につきましてはですね、やはり様々な働き方が増えてきたといったところ、そして雇用保険というのは労働者のセーフティーネットでもありますので、そのセーフティーネットの拡大といったところを考えて、今現状週20時間といった要件を今後は週の所定労働時間が10時間以上の方という形になってくる。そうしますと大体約481万人の方が対象という形になっておりまして、今後ですね、2028年10月からはこの481万人の方についても雇用保険に加入をしていくという形になります。そして最後に注意点とまとめですけれど、今後の法改正等になりますけれど、まずは高年齢雇用継続給付ですね。こちら2025年の4月から給付率の引き下げが行われております。15% から 10% への引き下げ。ただ、そもそも高年齢雇用継続給付に関しては廃止が決定をしているといった状況ではあります。またですね、育児介護休業法の改正というのが2025年4月から行われております。そしてそれに伴いまして新たな給付制度という形で、出生後休業支援給付ですとか、育児時短給付などについてもスタートをするという形になっておりますので、内容の方を確認をしてほしいと思います。また、
会社を辞めた場合に離職票というのを発行されるかもしれませんけれど、この離職書、通常はですね、会社から後日送られてくるというパターンが多いかと思いますが、2025年の1月の20日からはですね、ご自身のマイナポータルで離職票が受け取れるというサービスがスタートをしております。ただ、マイナポータル自体に登録をしているだけではダメで、雇用保険ウェブサービスの連携の設定が必要になってきますので、離職書ご自身ですぐ欲しいという方はですね、マイナポータルの中で雇用保険ウェブサービスの設定をしてほしいと思います。現在、そしてこれからもですね、多様な働き方進んでいきます。この多様な働き方に合わせて自社の労働環境というのも整備していってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。